皆さんこんにちは、藤本穂まりです。今日はシングルスのフットワークについてお話ししていきたいと思います。以前シングルスの動き方ですね、シングルスの動き方の説明をざっくりしたことあると思うんですけど、もっと、繰り返しの部分はもちろんあるんですが、より分かりやすいように説明して、一気にまとめてではなくてですね、ちょっとずつ分けて紹介していきたいなと思います。自分の苦手な部分をじっくり見れるように分けて紹介していきたいと思いますので、ぜひシングルスの動き方覚えて、特にジュニアの子たちなんかはそのシングルスの動きとか、このコートを動く感覚っていうのは基本になってくるので、ぜひ覚えてできるようにしてください。それでは行ってみたいと思います。はい、じゃあシングルスのフットワークの、まずスタンスについてお話ししていきたいと思います。ですね、まず構えるときに、パワーポジションというのを取らなきゃいけないです。どういうことかっていうとですね、この太もも前の筋肉でこう構えてしまうんではなくて、このもも裏を使ってこのもも裏にこう力がかかるように少し股関節から折って前傾になります。この後ろ側で支えている今状態です。こっちももちろん使うんですけど、こっちがメインで使っているようなイメージで構えていただく。この方が足が動かしやすいです。こっちをメインで支えてしまうと、って力入った時に足が全く動かなくなってしまうので、もも裏側でしっかり支えるようなイメージでまずこのポジションを取ります。はい、この取り方は結構重要なので、この、まず取り方が悪いと動き出しが全体的に遅くなることがあったり、フェイントに引っかかると、すぐねこうやられたりするパターンがあるので、しっかりもも裏で支えるというのをまず一つ覚えてください。次、重心位置なんですけど、重心位置っていうのはこの構えた時にこのど真ん中あたりに重心をしっかり乗せるっていうふうに考えます。で、その重心の位置は人によって若干変わります。私の場合はこの体の重さがですね、右側の方がちょっと重いんですね。なので少し左寄りに構えてます。これは自分でちょっとこういろいろこう意識してバランス取っていかないとなかなか気づけないことだと思うんですけど、この自分がこういう動かしやすい位置っていうのがあります。僕の場合ど真ん中よりもちょっと左側の方が少し動かしやすかったりします。そのあたりの重心位置、人によって少しずつ変わると思うので、基本的には真ん中なんですけど、この真ん中だけじゃなくて少し右か左か自分で一番いい位置っていうのをね探してください。それを見つけてしっかりそこでね、そこに重心を置きながら構えると、右に対しても左に対してもスムーズに動きやすくなるので、その重心位置しっかり意識していきます。はい、それでですね、スタンスっていうのは横で構える動きと縦で構える動きの大きく分けると2つがあります。で、横で構えた時っていうのはまず左右対称になるように、こう右足が前とか左足が前とか、こう股関節をこう曲げた時に形がね、この形がちょっとこうなってたりとかしないで、ちゃんと左右対称にきれいに構えられる形を作ります。そうするとね、右に対しても左に対しても素早く動けるので、これが結構人によっては無意識にこうなってしまう人とか、形がちょっと悪くなってしまう人がいるので、こうパッてこう構えた時にしっかりこの中心に左右対称作れるように意識してください。今度縦スタンスの話なんですけど、右利き、私の場合右利きなので、右利きの人は基本的に右足前で構えることが多くなります。この縦スタンスになるときは右足前で構えて、そこから動き出す、そこから動き出す、そこから後ろにも動く、フォア奥にも動くっていうふうにするんですけど、ただ右足前で構えてフォア奥の動きっていうのは、人によってはね早く動けない時もあるので、その時は左足で構えて素早く動くっていうこともあります。結構ね右足前で構えた時にここばっかり狙われて、毎回こう遅れちゃうパターンで最終的にやられるということが多いんですけど、やっぱり早く動けるんであればいいんですけど、早く動けない場合であれば、その時はこのフォア奥狙われた時は左足前にチェンジして素早く動くっていうのも一つ手なので、縦で構える時は基本的には右なんですけど、状況に応じてこの左前も使えるようにしてみてください。はい、以上がシングルスのスタンスについてのお話でした。次はこのスタンス、縦と横どういうふうに使い分けていくかっていう話をしていきたいと思います。